こんにちは、日本語クラスです。今日はライブでお話しします。もう一度言います。こんにちは、日本語クラスです。今聞いている方いらっしゃったら声が聞こえますとぜひメッセージ、チャットを送ってください。よろしくお願いします。それでは今日は、今日のテーマはニュースです。はい、ポッドキャストですが、私がニュースを読みます。はい、日本語でニュースを聞いて、意味を考えてみましょう。はい、ですが、このニュースは難しくないです。はい、大丈夫です。本当に安心してください。いつもポッドキャスト聞いてくださってる方だったらそんなに難しくないです。だけどちょっとだけ時々知らない言葉とか出てくるかもしれない、はいですね。そしてスクリプトをちゃんと見せますので自分で目で読んで意味を考えることもできます。はい、読解リーディングとしても使えますので、はいやってみましょう。はい。では始めましょう。で、今日のそのニュースのテーマは結婚、大きく結婚なんですが、日本は結婚した後、名前が変わります。はい。名前というか、名字と言います。ファミリーネームの方が日本は変わります。はい。皆さんの国はどうでしょうか。そのまま2人の名前は変わらないがどちらかの名前になるかどうですかね。はい。日本はもう昔から、習慣ですかね。もうはい。あとは法律でも今そのように決まっているんですが、結婚すると、奥さんの名前、ファミリーネーム、家族の名前がだいたい変わります。はい。ちょっとお見せします。例えば夫が田中宏さん、そして妻が高橋直美さんだったら、結婚したら、この女の人の名前が変わります。高橋じゃなくてこれが田中になります。はい、こっちですね、夫の名前になる。日本だとなんとこれが、全体の95%が奥さんの名字と言います。ファミリーネームを名字と言います。はい、後で読解に出てきます。名字というんですが、それに変わります。はい、で名字のことを姓って言うんですね。姓、夫の姓、これですね。はい、姓に変わる。はい、2022年の調査ではもう95%、約95%が妻の姓が夫に変わっているそうです。はい、もうね、昔だったらもうほぼ100%ですね。はい。ですが最近ちょっとずつ変わってきたのかもしれない。はい。そして今日はその、結婚したら名前を妻の方が変えるというのを本当にこのままでいいと思いますか、日本の皆さん。というのを調査したものがあります。はい。それについてのニュースです。ニュースの記事、アーティケルですね、記事を皆さんと読みたいと思います。はい、これは新聞をね読むということも大事だけど、この話が面白いなと思ったんですね。私トピックが面白いと思ったので、ぜひ皆さんとシェアしたいと思ったので、この話を今日やりますね。はい、じゃあやってみましょう。はい。いっぱい字が書いてある。やだと思った人も多いと思います。はい。だけど大丈夫ですよ。これね、多分私が読んだら、耳で聞いたらあまり難しくないです。うん、本当に。はい、大丈夫です。特に今 N2 の勉強してる人、N2 以上だったら大丈夫。大丈夫というか、
はい、知っている言葉がたくさんあるはずです。はい。じゃあ、本当はね、皆さんちょっと自分で読んでみましょうと言いたいんですが、ポッドキャストでもあるので、耳の練習もできる方がいいと思うので、今日は私読みますね。はい。ちょっと待ってくださいね。読みますねと言ったけど、私の声は聞こえていますね。ありがとうございます。メッセージくれてる。聞こえてます。OK です。もし聞こえなくなったり何かあったらなんか変って皆さんあったらメッセージでください。よし、じゃあ行きましょう。見たくない人は耳だけでもいいですよ。うんうん。じゃあ行きますね。この12と書いてあるのはパラグラフです。段落と言います、日本語で。英語だとパラグラフですね。いきます。はい。今の日本の法律では、結婚した夫婦は同じ名字を名乗ることになっている。これに関して別の名字を選べる選択的夫婦別姓について NHK が電話調査で尋ねたところ、賛成が 62%、反対が 27% だった。はい。そして、この調査について少し説明があります。この調査は4月5日から7日にかけて全国の18歳以上を対象に電話で調査を行い、1534人から回答を得たです。はい、これは回答を得たと読みます。はい、今まず読みました。これまだ全部じゃないですよ、記事ね。ちょっと早かったかな、読むの。はい。じゃあ説明をしていきますね。そうですね。今の日本の法律では、結婚した夫婦は同じ名字を名乗ることになっている。同じ名字。名字はファミリーネームです。さっきのこれですね。名字。これです。田中さんは名字田中ですね。高橋直美さんは結婚する前の名字は高橋でした。これね。はい。名字と言います。名字はこの名の字って書きますね。名字、実は漢字もう一つあるんですが、記事ではこっちの漢字を使ってました。なじじゃなくて名字と読みます。で、名乗るというのは自分の名前をこれにします。私の名前はこれですと決めて皆さんに呼んでくださいねという意味です。名乗る。だからもう一番最初に説明してますね。夫婦は結婚したら同じ名字になりますと言ってます。法律で決まっています。はい。これに関して別の名字を選べる。別の名字を選べるんだ。何選択的夫婦別姓。選択的だから選択は選びますですね。選ぶ夫婦の別の姓、名字ってことです。姓は家族の名前、ファミリーネームですね。田中とか高橋とかですね。別々の名字を選べますということです。これについて NHK これ知ってますか？日本で生活したことがある人とか、今テレビを見ている人、日本でだったら知ってますね。これテレビのチャンネルの会社です。はい。放送局と言います。はい。日本で一番最初にできたテレビ局です。はい。皆さんの国にもありますね。一番昔からあるテレビ局。それ。
それです。それが日本だと NHK という名前です。他だと例えばフジテレビとか TBS とか、テレビ東京とかあるんですけど、 NHK というのが一番日本では古いです。はい。で、その NHK が電話調査で尋ねた意味は聞きます。質問しますの意味ですね。尋ねた。これ漢字読み方 N2 でとても大切ですよ。尋ねた。聞くの意味ね。はい。尋ねたところ、尋ねたところというのは場所の意味じゃなくて、尋ねたら、何々したらの意味です。はい。だから、この夫婦別々の名前にするのはどう思いますかと NHK が電話で調べたんですね。電話で聞いて調べたら、結果はこれです。賛成が 62%、反対が 27%。賛成というのは何に賛成ですか？そうですね。夫婦が別々の名前にしましょう。夫と妻の名前は別々にしましょう。いいですね。というのが 62% います。いやいや、同じ方がいいです。が 27% います。ということですね。はい。で、これが、何人に聞いたんですかがここの下ですね。4月5日からだから、これもう今年ですよ。今年の4月5日、今から1ヶ月前ですね。5日から7日にかけて、その間の意味ですね。何々にかけて、これも N2 文法ですね。全国の18歳以上を対象に、ターゲットです。対象にして電話で調査を行いました。しました。そしたら1534人の人が答えてくれた。回答を得た。答えをもらったの意味ですね。得たですね。何々を得るというのは書くときによく使う難しい日本語です。はい。話すときは使わないですね。うん。ニュースだったら使うんですけど、テレビのニュースとかね。あとはやっぱり書くとき、何々を得るです。はい。そう、ここまで皆さん、この話どう思いますか？これね、私、日本人から見たらちょっとびっくりでした。はい。これそうですね。夫婦が別々がいいと思いますというのは確かに前から聞いてたんですけど、そういう意見あったし、だけどそれがどのくらいの人が思ってるのかというのが、62% の人が賛成と思ってるとは思わなかったです。これは思ってたより多い。半分以上ですからね。うん。ね。で、これ100% にならないけど、多分他の意見、どちらでもいいと思いますとか、そういうのがあるから100% にならないんだと思います。はい。じゃあ次行ってみましょうか。皆さんここまで。はい。次です。あれいっぱい書いてあると思うんですが、大丈夫です。これね、読みやすいです。大丈夫です。内容、意味は全然難しくないです。そして面白いです。はい。じゃあ私読みますね。賛成と答えた人に理由を聞いたところ、選択肢が多い方がいいからが 56%、名字が変わると仕事や生活で支障がある人もいると思うからが 18%、女性が名字を変えるケースが多く不平等だからが 12% だった。はい、ということです。まず賛成ですねと答えた人にどうして賛成ですかと理由を聞いたんですね。こっちのね、賛成 62% いますから、どうして夫婦の名前は別々の方がいいと思いますかって聞いたら、聞いたところ、これもところは聞いたら何々したらで
はい。選択肢が多い方がいいから。選択は知ってますね。選びますの意味ですね。選択肢はよくテストの時に JLPT のテストの時に答えを一つ選びなさい。答えを A、B、C、D の選択肢の中から一つ選びなさいと書いてあります。選択肢っていうのは選ぶ道です。はい。道じゃないんですけど、A、B、C、D あったらどれがいいですか？どれにしますか？の意味です。これね。選択肢が多い方がいいという答え。あ、なるほど。何の選択肢と言ったら、名字を選ぶということです。もう結婚したらもう絶対、もうみんな夫の名前にする。それが普通です。と最初から決めるのではなくて、選びましょう。その方がいいです。と答えた。それが56%いる。これはね、多いと思った。私、びっくり。はい。そして次。名字が変わると、仕事や生活で支障がある人もいると思うから。はい。一個難しい言葉あります。支障がある。はい。これは、意味は何でしょうか？でね、N2 だと、ちょっと読解で、N2 読解の試験で、この意味は何ですかとは問題出ないけど、問題の中に書いてあることがあります、これ。支障がある。仕事や生活で支障がある。意味は問題が起きる、問題があるの意味です。はい。名字が変わる、自分の名前が変わると、結婚した後変わると、仕事とか生活で何か問題がある人もいると思うからが 18%。だから夫婦は選べた方がいい、名前を選べた方がいいと思いますということです。はい。これは例えば結婚して、会社でいつも田中さん田中さんと呼ばれていたのに、結婚した相手が高橋さんだから、高橋さんという男の人と結婚したから自分の名前が高橋になる。で会社でも皆さんにすいません、私来月結婚しますから私のことを高橋と呼んでくださいと言う。はい、結婚するんだあなたおめでとうとみんなもわかる。そういうことです。はい。これ結構日本では多いんですけど、あのそれってプライバシーですよね。自分が結婚してるしてないとかを会社の人みんなに知らせることになるし、いろんな問題もありますよね。その他ね。だからやっぱりそれで問題がある人もいると思うからという意見。そして3つ目、女性が名字を変えるケースが多くだから多くての意味です。何々て、多くて。書くときは手形、手フォームじゃなくてくと手フォーム使わない。はい。多いですね。こういうのね。多くて、不平等だからが 12% だった。はい。そうなんです。女性が名字を変えるというのがもうほとんどです。はい。95% が女の人が変えますから、なんで女だけが変えるんですか？平等じゃないね。平等、大丈夫ですね。イコールです。男の人の方が上ですか？女は下ですか？ということ。はい。だから選べた方がいいと思います。名字は選べた方がいいと思いますが 12% だったです。はい。ここの中で覚えておいた方がいいのは支障があるですね。主って言っちゃった。死です。支障がある。問題がある。支障がある、支障がない。どっちも使います。はい。じゃあ
次に賛成じゃなくて反対の人の意見聞いてみましょう。このページで最後です。はい。もう最後簡単ですよ。じゃあ読みますね。反対の理由は、別の名字にすると家族の絆や一体感が弱まるからが 36%。 別の名字にすると子供に好ましくない影響を与えるからが 26% だった。はい、新聞の記事はここまでですが、どうでしょう皆さん。ちょっとここ難しい言葉ありますね。意味わかりますか？これなかなか面白いなと思いますよ。反対の理由は、別の名字にすると、別というのは奥さんと夫と妻です。夫と妻の名字が別々になると、家族の絆はですね、これは N1 レベルです。はい、絆。でもね、とってもいい言葉なので、漢字は覚えなくてもいいんですけど、こっちの音だけ覚えるといい。絆。意味は、何かと何かがつながっているという意味です。はい。だから家族の絆といったら、みんな家族の仲がとても仲がいい。うん。いろんなことを、お互い知っている。困った時は助けるし、嬉しい時は一緒に笑う。悲しい時は一緒に泣く。そういうつながりですね。目には見えない。でも心のつながりが絆です。はい。絆や何々やなど、一体感は、これは一体だから一つになるの意味です。一つになる感じは、これはfeeling 気持ちの意味です。一つになる気持ちが弱くなるからという意見です。って何それって思いますか？国でね、名前、お母さんとお父さん別々です、それ普通ですという人が読んだら、もう何言ってんのって思うかもしれない。バカじゃないってね。はい、いいと思います。本当ですよね。反対ですっていう日本人の意見は、別々のお父さんお母さん別々の名前にしたら、私たち家族は一つじゃない、私たちはなんか別々だ、一つになっている感じ、気持ちが弱くなる、だから嫌ですと言った。それが 36% いるんです。これ一番多い理由です。反対の。そうと思って、ちょっとびっくりした。私もっていうか、私はそんな名前だけでそんなに家族の絆ってそんな簡単に生まれるのかなって、よくわかんないなって、ちょっとと思いましたけど、そういう考えもあるんですね。で、もう一つは、別の名字にすると子供に好ましくない影響を与えるから。はい、いい言葉が出てきました。好ましくない。これ漢字は好きの漢字ですが、この読み方の後、送り仮名っていうんですけど、この好きじゃなくてと書いてあったら、読み方は好ましくない、好ましい、好ましくない。はい、あります。好ましいはこれがいい、こっちの方がいい。好ましくないはあまりそっちは良くない、それは良くないの意味です。だからお父さんとお母さんの名前が違うと、子供にあまり良くない影響は分かりますね。エフェクトですね。影響を与えるから。与えます。これも
まあ N3 から出てきますね。与えますは影響をさせる、影響を与えるはあげるって意味なんですけどね。あげる、何かにあげる、影響をするから。別の名前だと、お父さんお母さん別の名前だと子供にあまり良くない影響があるから、だから反対です。26% の人は反対ですと言った。はい。おお、ということです。別々だと、まあ確かに今すぐもうお父さんお母さん別々にしましょうだと、例えば子供が学校に行った時に、うーんお父さんの名前を使うのかお母さんの名前を使うのかどっちにしますかとか、多分そういう問題もあるし、周りの人はみんなお父さんお母さん名前同じなのに私の家だけ違う、お父さんとお母さん名前違うっていうことが起きると、子供がどうしてうちだけ違うとこうってなってしまうから、あまり良くない、いい影響がないはずだという考えだと思います。多分まあ他にもあるかもしれないんですけどね。ですが実はやっぱり離婚した場合です。別れた場合、ディボース、離婚した場合、これも結構問題で、お母さんお父さんどっちでもいいですけど、まあ大体お母さんか、お母さんがお父さんの名前になりますね。結婚した時ね、日本はね 95% が。でも離婚してお母さんが名前を結婚する前の名前に戻した時、はい、あります。戻す。もう私、あの男好きじゃない。もう嫌だ。この名前は使いたくない。と思って、前の名前をもう一回使うっていうのあります。はい、結婚する前の名前。で、そうすると、その自分の子供で、自分の子供をお母さんが育てる場合、引き取った場合、一緒に住む場合は、子供の名前も一緒にお母さんの古い名前にするということが多いです。で、それで学校にそれを言うんですね。うちの子供の名前を変えます。前の名前に変えます。今までは田中だったけど、結婚してた時田中。でも離婚したから高橋にします。高橋に戻しますって言うと、子供もね、学校でもう親が離婚したって分かってしまう。で、それがいじめの原因になったりもするんですね。だからこれはこれで問題ですね。うん。でなので人によっては名字は変えない、離婚した後もずっと前の夫の名字を使うっていう人もいます。はい、子供のためにとか、あとは会社ではもう結婚したって言ったからもう離婚しましたって言いたくないからそのままとか、はい、いろいろあるんですけど、あのねえ、だからそう思うと、別々の方が面倒くさくないんじゃない、後々いいんじゃない、もし離婚しても名前変えるとか戻すとかないからいいと思うんですけどね。でもやっぱり家族の絆が弱まるからという意見40%ありますからね、約40%。はあと思います。びっくりですね。はい、ということでした。でももう6割の人が、62%の人、全体の62%がお父さんとお母さんはもう別々の名前でいいと思う、結婚しても別々でいいと思いますっていうのが62%いるというのが、大きい意見ですよね。だからこれからもしかしたら日本の法律は少し変わっていくかもしれません。はい。結構これは今もどうするんだどうするんだっていうふうに言っている問題の一つです。はい。ねえ。皆さんどうでしょうか。今日の話で知らない言葉覚えられましたか？ねえ、一つでも勉強できていたら嬉しいです。
はい。そして、さっき話した離婚についてですね、私の YouTube で離婚について少し話しました。日本では結婚してすぐ3人に1人、約30%の人が5年以内、5年未満です。結婚して5年未満で離婚します。はい。わお、結構多いなってね。はい。これ YouTube にありますので、よかったら見てみてください。離婚については今 YouTube ビデオが2つあります。2つ。はい。日本文化がよくわかります。これ1つと、あと、どうして離婚したんですかっていう理由、トップ3。男の人の理由と女の人の理由が別々です。はい。トップ5だ。トップ5。はい。どうぞ。それもありますので、よかったら見てください。そして、あとはいろいろ私の YouTube で勉強ができます。今日のようにニュースを読んで勉強したいなという人、このビデオがありますよ。ディスクリプション、今日の YouTube の説明のところにこのリンクを書いておきますね。よかったら見てみてください。はい。あとは JLPT の勉強もできます。N1 の勉強、N2 の勉強、もうたくさん YouTube ビデオがありますよ。そしてビジネス日本語。ビジネス日本語は会社で働くためのちょっと難しい日本語です。これも YouTube で勉強できます。はい。全部このビデオは YouTube にありますので、私のチャンネルで見てみてください。はい。そして、JLPT の読解、リーディングの勉強も、できます。N1 と N2、はい、これ勉強できますよ。これもこれを見てテストに合格した人が毎年たくさんいらっしゃいます。はい。これは私のオンラインレッスンの中で見られます。はい。ぜひぜひ、見てみてください。このオンラインレッスンのリンクは、私のディスクリプションと動画のビデオのディスクリプションとあとメッセージのところにも書いてあります。はい。あとはビジネス日本語も私と勉強できます。Zoom レッスンです。はい。Zoom レッスンはビジネス日本語と会話の練習をしています。はい。そして、プライベートレッスンも Zoom レッスンしてます。はい。これは何でも皆さんに教えます。はい。レベルも N5 から N1 まで、どんなことでも一緒に勉強しますので、はい。やりたい人ぜひ来てください。楽しいと思います。全部、この下のディスクリプションまたは、メモじゃない、メッセージのところあと今のチャットのところにもこのリンク書いてありますので、ぜひぜひ、そこから、詳しく見てみてください。はい。声聞こえてましたよね。今更ですけどね。はい。よいしょ。じゃあ皆さん、読解ね、どうでしたかね、今日ね。今日のはね、そんなに難しくないです。はい。これからまたニュースと、あと N2 の人の読解、あとは N1 の人の読解とかできたらいいなと思いますが、はい。皆さんの今日思ったこと、今日初めて知った言葉とか、もしあったらぜひメッセージで送ってください。あと皆さんの国の、名前、名字変えるか変えないか問題とか、はい、今日の日本の問題についても、はい、ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。はい、楽しみにしています。はい、それでは今日もありがとうございました。